夢10夜第1夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声でもう死にますと言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかなうりざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし、女は静かな声で、もう死にますと、はっきり言った。自分も、確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と、上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね、とまた聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも死ぬんですもの、仕方がないわ、と言った。じゃあ、私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって、空そこに映ってるじゃありませんか、とにこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして、女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そして天から落ちてくる星の賭けを墓印に置いてください。そして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかねと聞いた。日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう。そしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちてゆくうちに、あなた待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてください。と思い切った声で言った。100年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。
自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星の欠けの落ちたのを拾ってきて軽く土の上へ乗せた。星の欠けは丸かった。長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間こうして待っているんだなと考えながら腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに女の言った通り日が東から出た。大きな赤い火であった。それがまた女の言った通りやがて西へ落ちた。赤いまんまでのっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくするとまたからくれないの天道がのそりと登ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い火をいくつ見たかわからない。感情しても感情してもし尽くせないほど赤い火が頭の上を通り越していった。それでも100年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると墓の下から蓮に自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来てとどまった。と思うとすらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が鼻の先で骨に応えるほど匂った。そこへ遥かの上からぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思わず遠い空を見たら暁の星がたった一つ瞬いていた。100年はもう来ていたんだなとこの時初めて気がついた。第2夜。こんな夢を見た。和尚の部屋を下がって廊下伝いに自分の部屋へ帰ると安藤がぼんやり灯っている。片膝を座布団の上について安藤をかき立てたとき、花のような丁子がパタリと明け塗りの台に落ちた。同時に
部屋がパッと明るくなった。襖の絵は武尊の筆である。黒い柳を濃く薄く、おちこちと描いて、寒そうな漁夫が傘を傾けて土手の上を通る。床には懐中文殊の軸がかかっている。炊き残した線香が暗い方で未だに匂っている。広い寺だから神官として人気がない。黒い天井に差す丸暗道の丸い影が仰向く途端に生きているように見えた。縦膝をしたまま左の手で座布団をめくって右を差し込んでみると思ったところにちゃんとあった。あれば安心だから布団を元のごとく直してその上にどっかり座った。お前は侍である。侍なら悟れぬはずはなかろうと和尚が言った。そういつまでも悟れぬところを持ってみると、お前は侍ではあるまいと言った。人間のクズじゃと言った。はは、怒ったなと言って笑った。悔しければ悟った証拠を持ってこいと言って、ぷいと向こうを向いた。けしからん。隣の広間の床に据えてある置き時計が次の時を打つまでにはきっと悟ってみせる。悟った上で今夜また入室する。そうして和尚の首と悟りと引き換えにしてやる。悟らなければ和尚の命が取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。もし悟れなければ自尽する。侍が恥ずかしめられて生きているわけにはいかない。きれいに死んでしまう。こう考えたとき、自分の手はまた思わず布団の下へ入った。そうして取材屋の担当を引きずり出した。ぐっと塚を握って赤い鞘を向こうへ払ったら、冷たい葉が一度に暗い部屋で光った。すごいものが手元からスースーと逃げていくように思われる。そうしてことごとく切っ先へ集まって殺気を一点に込めている。自分はこの鋭い刃が無念にも針の頭のように縮められて、くすん五分の先へ来てやむを得ず尖っているのを見て、たちまちぐさりとやりたくなった。体の血が右の手首の方へ流れてきて、握っている束がにちゃにちゃする。唇が震えた。担当を鞘へ収めて右脇へ引きつけておいて、それから前牙を組んだ。上州曰く無と、無とは何だ、クソ坊主め、とはがみをした。奥歯を強く噛みしめたので、鼻から熱い息が荒く出る。こめかみがつって痛い。目は普通の倍も大きく開けてやった。掛け物が見える。安藤が見える。畳が見える。和尚の夜間頭がありありと見える。ワニ口を開いて嘲笑った声まで聞こえる。けしからん坊主だ。どうしてもあの夜間を
首にしなくてはならん。悟ってやる。無駄。無駄と下の根で念じた。無駄というのに、やっぱり線香の匂いがした。なんだ、線香のくせに。自分はいきなり肩骨を固めて自分の頭を嫌というほど殴った。そうして奥歯をギリギリと噛んだ。両脇から汗が出る。背中が棒のようになった。膝の継ぎ目が急に痛くなった。膝が折れたってどうあるものかと思った。けれども痛い、苦しい、無はなかなか出てこない。出てくると思うとすぐ痛くなる。腹が立つ、無念になる。非常に悔しくなる。涙がほろほろ出る。人思いに身を大岩の上にぶつけて骨も肉もめちゃめちゃに砕いてしまいたくなる。それでも我慢してじっと座っていた。耐え難いほど切ないものを胸に入れて忍んでいた。その切ないものが体中の筋肉を下から持ち上げて、毛穴から外へ吹き出よう、吹き出ようと焦るけれども、どこも一面に塞がって、まるで出口がないような残酷極まる状態であった。そのうちに頭が変になった。安藤も武尊の絵も畳も違い棚もあってないような、なくってあるように見えた。と言って無はちっとも厳然しない。ただいい加減に座っていたようである。ところへ忽然、隣座敷の時計がチーンと鳴り始めた。はっと思った。右の手をすぐ担当にかけた。時計が二つ目をチーンと打った。第三夜。こんな夢を見た。6つになる子供をおぶってる。確かに自分の子である。ただ不思議なことにはいつの間にか目がつぶれて青坊主になっている。自分がお前の目はいつつぶれたのかいと聞くと、何、昔からさ、と答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。詐欺の影が時々闇に差す。田んぼへかかったね、と背中で言った。どうしてわかる？と顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら、だって詐欺が鳴くじゃないか、と答えた。すると詐欺が果たして二声ほど泣いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていてはこの先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと考え出す途端に背中でふーんという声がした。何を笑うんだ。子供は返事をしなかった。ただ、お父さん、重いかい？と聞いた。
重かない。と答えると、今に重くなるよ。と言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。田の中の道が不規則にうねってなかなか思うように出られない。しばらくすると二股になった。自分は股の根に立ってちょっと休んだ。石が立ってるはずだがな。と小僧が言った。なるほど。八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には左日が久保、右堀田原とある。闇だのに赤い字が明らかに見えた。赤い字はイモリの腹のような色であった。左がいいだろう、と小僧が命令した。左を見ると、さっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。遠慮しないでもいい、と小僧がまた言った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中ではよくめくらのくせに何でも知ってるなと考えながら一筋道を森へ近づいてくると背中でどうもめくらは不自由でいけないねと言った。だからおぶってやるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないがどうも人に馬鹿にされていけない。親にまで馬鹿にされるからいけない。なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな晩だったな。と背中で独り言のように言っている。何がと際どい声を出して聞いた。何がって知ってるじゃないか。と子供はあざけるように答えた。するとなんだか知ってるような気がしだした。けれどもはっきりとはわからない。ただこんな晩であったように思える。そうしてもう少し行けばわかるように思える。わかっては大変だから、わからないうちに早く捨ててしまって安心しなくってはならないように思える。自分はますます足を速めた。雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ、背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照らして、寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうして、めくらである。自分はたまらなくなった。ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で小僧の声ははっきり聞こえた。自分は覚えずとどまった。いつしか森の中へ入っていた。一軒ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言う通り杉の木と見えた。お父さん、その杉の根のところだったね。うん、そうだ。と思わず答えてしまった。
文化5年、辰年だろ？なるほど。文化5年辰年らしく思われた。お前が俺を殺したのは、今からちょうど100年前だね。自分は、この言葉を聞くや否や、今から100年前、文化5年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で、一人のめくらを殺したという自覚が、忽然として頭の中に起こった。俺は、人殺しであったんだなと、初めて気がついた途端に、背中の子が、急に石地蔵のように重くなった。第4夜。広い土間の真ん中に、涼台のようなものを据えて、その周りに小さい将棋が並べてある。台は黒光に光っている。片隅には四角な膳を前に置いて、じいさんが一人で酒を飲んでいる。魚は煮しめらしい。じいさんは酒の加減でなかなか赤くなっている。その上、顔中つやつやして、シワというほどのものはどこにも見当たらない。ただ、白い髭をありったけ生やしているから、年寄りということだけはわかる。自分は子供ながら、このじいさんの年はいくつなんだろうと思った。ところへ、裏の掛井から手桶に水を汲んできたかみさんが、前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかねと聞いた。じいさんは、頬張った煮しめを飲み込んで、いくつか忘れたよ、と済ましていた。かみさんは拭いた手を細い帯の間に挟んで、横からじいさんの顔を見て立っていた。じいさんは茶碗のような大きなもので酒をぐいと飲んで、そして、ふーっと長い息を白いひげの間から吹き出した。するとかみさんが、おじいさんの家はどこかねと聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、へその奥だよ、と言った。かみさんは手を細い帯の間に突っ込んだまま、どこへ行くかねとまた聞いた。するとじいさんが、また茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいと飲んで、前のような息をふーっと吹いて、あっちへ行くよ、と言った。まっすぐかいと、かみさんが聞いたとき、ふーっと吹いた息が、障子を通り越して、柳の下を抜けて、河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。浅木の桃引きを履いて、浅木の袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか革で作った足袋のように見えた。じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下に子供が3、4人いた。じいさんは笑いながら腰から浅木の手ぬぐいを出した。それを肝心寄りのように細長くよった。そして地べたの真ん中に置いた。それから
手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した。今にその手ぬぐいが蛇になるから見ておろう、見ておろう、と繰り返して言った。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろう、見ておろう、いいかと言いながら、じいさんが笛を吹いて輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかり見ていた。けれども手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を何遍も回った。わらじをつま立てるように、抜き足をするように、手ぬぐいに遠慮するように回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは笛をピタリとやめた。そして肩にかけた箱の口を開けて、手ぬぐいの首をちょいとつまんで、ぽっと放り込んだ。こうしておくと箱の中で蛇になる。今に見せてやる。今に見せてやる。と言いながら、じいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて、細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから、細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々、今になると言ったり、蛇になると言ったりして歩いてゆく。しまいには、今になる、蛇になる、きっとなる、笛が鳴る、と歌いながら、とうとう川の岸へ出た。橋も船もないから、ここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんはざぶざぶ川の中へ入り出した。はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは、深くなる、夜になる、まっすぐになる、と歌いながら、どこまでもまっすぐに歩いていった。そうして、髭も顔も頭も頭巾も、まるで見えなくなってしまった。自分は、じいさんが向こう岸へ上がった時に、蛇を見せるだろうと思って、足の鳴るところに立って、たった一人、いつまでも待っていた。けれどもじいさんは、とうとう上がってこなかった。第5夜。こんな夢を見た。何でも、よほど古いことで、神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして運悪く負けたために、生け捕りになって敵の大将の前に引き据えられた。その頃の人はみんな背が高かった。そうしてみんな長いひげを生やしていた。革の帯を締めて、それへ棒のような剣を吊るしていた。弓は藤蔓の太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗っていなければ磨きもかけていない、極めて素朴なものであった。敵の大将は弓の真ん中を右の手で握って、その弓を
草の上へついて坂亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。その顔を見ると鼻の上で左右の眉が太くつながっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。自分は虜だから腰をかけるわけにはいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きな藁靴を履いていた。この時代の藁靴は深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところは藁を少し編み残して、房のように下げて、歩くとバラバラ動くようにして飾りとしていた。大将はかがり火で自分の顔を見て、生きるか死ぬかと聞いた。これはその頃の習慣で、虜には誰でも一応はこう聞いたものである。生きると答えると、降参した意味で、死ぬというと屈服しないということになる。自分は一言死ぬと答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけた。それ、風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて目の上へ差し上げた。待てという想図である。大将は太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った。大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたままかがり火を眺めている。自分は大きな藁靴を組み合わせたまま草の上で女を待っている。夜はだんだん更ける。時々かがり火が崩れる音がする。崩れるたびにうろたえたように炎が大将になだれかかる。真っ黒な眉の下で大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでゆく。しばらくすると火がパチパチと鳴る。暗闇を弾き返すような勇ましい音であった。この時女は裏の奈良の木につないである白い馬を引き出した。たてがみを三度撫でて高い背にひらりと飛び乗った。鞍もない、あぶみもない裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると馬は一山に駆け出した。誰かがかがりを継ぎ足したので遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱のような息を二本出して飛んでくる。それでも女は細い足でしきりなしに
馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が宙で鳴るほど早く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだかがりのあるところまで来られない。すると真っ暗な道の旗で、たちまちコケコッコーという鳥の声がした。女は身を空ざまに両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足の蹄を硬い岩の上にはっしと刻み込んだ。コケコッコーと鶏がまた一声鳴いた。女はあっと言って締めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともへ前へのめった。岩の下は深い淵であった。蹄の跡は未だに岩の上に残っている。鳥の鳴く真似をした者は天の邪鬼である。この蹄の跡の岩に刻みつけられている間、天の邪鬼は自分の仇である。